はい、こんにちは。前回に引き続き食考察やっていきたいと思います。今回は食を起こした張本人グリフィスの感情と過去について深掘りしていきます。グリフィスってそもそも一体何者なんでしょうかね。それでは行ってみましょう。まずはグリフィスに考えられる過去について考察していきます。まず分かっている情報だけを見ていくと、グリフィスは平民出身であり、路地裏から遠く見える城に憧れて、いずれ自分の国を手に入れるという夢を持つに至りました。高野団以前の彼に関する情報はこれしか明らかにされてないんですよね。ガッツと並んで物語の主人公級の立ち位置にありながら、この情報の少なさは異常ですよね。グリフィスの少年時代の生育環境はどのようなものだったのでしょうか。下町の路地裏が遊び場だったとの情報から、平民の中でもそこまで裕福ではなかったのではないかと推測できます。グリフィスが生まれたのはもちろんミッドランドとチューダーの100年戦争の真っ最中でしたから、社会情勢的に不安定であったと考えられます。世界観のモデルとされている中世ヨーロッパの下町の様子から伺うに、上下水道もなく排泄物が2階の窓から捨てられるなど、衛生的にも劣悪であったことも予想されます。戦争の煽りを受けて飢饉が発生したり、食うや食わずの状況もたびたびあったのではないでしょうか。そんな中にあってグリフィスは類まれな美貌を持っています。必要なことは何でもやらなければ生き残れないような状況の中で、グリフィスが生きるために取れる手段として一番効率的と考えられるのが売春でしょう。7巻で兵士見習いの少年が戦死した後、自分の夢についてくることで死んでいった仲間たちのために、自分ができることは勝ち続けることであるとして、高野団をさらに飛躍させる資金集めのため、彼はゲノンに体を売ります。手段として自分の体を売ることを躊躇せずに選ぶことができる点を考えると、グリフィスは過去にそのような経験をすでにしているのではないでしょうか。生きるために自分でその道を選んだか、親に選ばせられたかは分かりませんが、もしそうであったとすれば、ガッツ、キャスカと同様の過去を持っているということなので、因果的な近しさも生まれます。食を引き起こすグリフィスを語っていくときに必ず触れておかなければならないのが、夢と友とガッツへの思いですね。まずガッツに対する感情ですが、以前の動画でもガッツに対して性愛に近いものを感じていたという考察をしました。ただ今の時点ではそれだけとも言えない複雑な感情だったのだろうと思うんですよね。高野団の中でグリフィスが最も頼りにしていたのはガッツで間違いないと思いますし、それゆえに責任の重い仕事、時には暗殺も任せていたのでしょう。戦争の中で自分の命運を預けることができる相手に対して特別な思いを抱くということはおそらくあることなのでしょうが、お前が欲しいというセリフからガッツに対しては最初から他の団員とは違う特別な目で見ていたことが描写されています。ではグリフィスにとってガッツという人物は何だったのか。ここでシャルロットに語ったセリフを引用します。決して人の夢にすがったりしない。誰にも強いられることなく、自分の生きる理由は自らが定め進んでいくもの。そしてその夢を踏みにじるものがあれば、全身全霊をかけて立ち向かう。たとえそれがこの私自身であったとしても。私にとって友とはそんな対等なものだと思っています。この言葉を聞いたガッツは対等なものであるため、友であるためにグリフィスの夢にぶら下がらず、自分の力で手にする何かを見つけようと高野団を脱退するわけですね。そして脱退する時のガッツとグリフィスが対峙するシーンのグリフィスのモノローグ。生きたいのか、そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだ、ダメだ、許さない、行かせない。ここでグリフィスは俺の手の中からという言葉を使い、まるでガッツが自分の所有物であるかのような認識をしていることがわかります。シャルロットに語ったセリフがグリフィスの本音であるとすれば、グリフィスにとってガッツは確実に友という認識ではありません。しかし食の時の言葉にあるように、何千の仲間、何万の敵の中でただ一人お前だけが俺に夢を忘れさせたんですよね。いや複雑すぎますね、彼の感情。さらに考察していきます。12巻で自分で挑んだ戦の蹴りくらい自分でつけろと意気消沈した団員たちに向かってガッツが言おうとした後、キャスカはお前は強いな、
自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今グリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。と言い、その次のコマで馬車の中にうずくまっているグリフィスを描写しています。この表現は明らかにグリフィスが夢にすがるということに対して、それは弱さゆえであるという表現になっていますよね。これに似た表現は全く違う場面でも描写されています。25巻で石泥に飯野村のモーガンが刀を渡す際のセリフ。夢とはおかしなもんだ。勇ましい挑戦のようにも思えるが、甘えた逃避のようにも思える。ここでも夢に対してネガティブな印象を持つ言葉を残していますね。現実に向き合うことを拒否する逃避としての夢ですね。それに対しガッツは自分の夢というものは持ち合わせずとも、ガンビーノを手にかけてしまった後、傷だらけの状態でもう死んでしまってもいいと思いながらも、狼に襲われると体が自然に反応し切り伏せてしまいます。この描写は何というか、どんな絶望の中からも本能的に立ち上がってしまうガッツの生命力の強さを表していますよね。ショックから生還したのもその並外れた生きることへの本能的な貪欲さゆえでしょうし、ショックの後の彼の行動を見てもそれは感じられます。これらのシーンはショック直前のグリフィスと見事な対比をなしています。ショック直前のグリフィスはガッツが自分を置いてまた行ってしまうということが分かると、無理やり馬車を走らせ夢に向かって走り出そうとします。しかし動かなくなってしまった体は言うことを聞かず、利き腕である右手も小枝のように折れ、彼は絶望に耐えきれず笑ってしまう。絶望の淵にあってグリフィスは己を保っていることができません。キャスカのセリフでグリフィスは強くなければならないんだというセリフ。これはグリフィスが遠大な夢を達成するために強くあらねばならないということでしょう。しかしその夢が完全についえてしまえば、強くいる理由もなくなり壊れてしまう。これを弱さと言ってしまっていいのかどうかは分かりませんが、ただ目的もなく必死に生きるということを強さと捉え、夢にすがることを弱さと捉えていることが暗に表現されているのではないかと思います。いや、あのレベルの絶望を味わったらそれは壊れると思いますけどね。っていうか、苛烈な拷問を1年間耐えて精神を崩壊させなかっただけでも十分超人なんですが。ただ、体が動かなくなってしまったグリフィスがガッツの並外れた戦いぶりを見ている時にいろんな表情を見せるんですよね。そのシーンごとにグリフィスがガッツを凝視しているコマが描かれるんですが、この時にグリフィスは何を思っていたのか。おそらくは羨望と憧れだったのではないかと思うんですよね。ガッツがいなくなったことによってグリフィスは精神を保てなくなり、シャルロットを抱きに行くという無謀なことをしてしまい、再起不能な状態にまで追い込まれているので、ガッツに対する憎しみというのはもちろんあるんでしょうが、首都化したワイヤルドに単身立ち向かおうとするガッツを見て頼もしそうに見ているシーンも見受けられます。この時グリフィス少し笑っているように見えるんですよね。またその死闘の中でガッツが窮地に立たされれば、動かない体を何とか動かそうとし、唇を噛んで血をにじませるほどガッツを心配しているところも描かれています。10巻の獄中でのグリフィスのモノローグにあるように、ガッツに対する抑えきれない様々な感情をショクの直前までグリフィスは無言で表現していますよね。今見るとこれも神業だな。おそらくグリフィスは夢とガッツの両方を手に入れないといけなかったんでしょうね。しかしガッツは自ら去ってしまい、自分は再起不能になった。そして愛するガッツはまたも自分の元から去ってしまう。12巻でキャスカがガッツに対し、私は誰かにそばにいてほしかったという言葉を残した後、グリフィスの包帯を買いに行ったシーンで、誰かにそばにとモノローグで描写されています。これはおそらくグリフィスの感情であり、誰かとはガッツで間違いないかと思われます。何千の仲間、何万の敵の中で、ただ一人お前だけが俺に夢を忘れさせた。このセリフはつまり夢を追いかけることで重責を背負う強さを持たなければならないグリフィスに、唯一その重責を背負っていることを忘れさせることができる存在がガッツだったということを表しているのではないでしょうか。だからそばにいてほしかった。そしてグリフィスはその重責もガッツに対する執着からも離れるために夢に逃避する。つまりゴッドハンドへの転生を決意した。ということで今回はグリフィスの過去において考えられることとショクに至るまでの感情の流れを細かく見ていきました。転生はグリフィスにとって夢への逃避でありながらも、体を満足に動かすこともできなくなった自分とガッツが対等な友であるために転生を決意したとも考えられるんですけどね。
ショクの時結局ガッツのこと逃がしてますしね。ちょっと一回の動画でグリフィスの感情を掘り下げるのはきついっすね。なんせこの人超複雑ですよ。ショク考察まだ続くんでお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。